はいどうも皆さんこんにちは。今回は韓国併合についてお話していきます。明治時代の末期になると日本は韓国への支配を強めていきます。今回の動画で日本が韓国を併合する様子を見ていきましょう。明治時代後期に日露戦争という戦争が起きました。日本とロシアが戦ったこの戦争ですが、戦場となったのはその中間にある韓国と中国東北部です。ということで日本は日露戦争開戦直後に兵を送り、韓国を確保しました。そして中立を保ちたいと考えていた韓国政府に日韓議定書を押し付けたのです。その内容は要約すると、韓国は政治に関して日本のアドバイスを聞く。日本は日露戦争で必要な場所を自由に使うことができるという内容でした。つまり日本は日韓議定書によって韓国に戦争への協力を約束させたのです。この日韓議定書が日本による韓国支配の第一歩と言われています。さて続けて日本は韓国を日本の保護国にしようとしていきます。保護国というのは形式的には独立した国だけど、国家主権の多くを他国に譲り、その保護を受ける国のことです。当時日露戦争の戦局が日本に有利に展開していましたので、その勢いに乗って日本は韓国の財政と外交に介入します。第一次日韓協約です。この協約では日本政府の推薦する日本人財政顧問と外国人外交顧問を派遣して、顧問を通じて大韓帝国の内政支配を強めていくという形になります。これによって韓国は自由な外交やお金の使い方ができなくなりました。その後日本海海戦で日本海軍が奇跡的な勝利を挙げたことで、欧米列強諸国が動き始めました。特にアメリカは日本とロシアの間に入って戦争を終わらせる方向に動き始めます。そのような状況だったので、日本では韓国を保護国として日本の手中に収めようとする動きはさらに積極的になっていきました。しかし日本には三国干渉の苦い思い出があります。韓国を保護国にするためには国際関係に注意しなければいけません。ということで日本は韓国を保護国化する前にアメリカ、イギリス、ロシアに対して許可を取っていきます。順番に見ていきましょう。まずはアメリカからです。日本は総理大臣の桂太郎とアメリカの陸軍長官タフトとの間に桂・タフト協定を結びました。当時日本が韓国を支配しようとしていたように、アメリカはフィリピンを支配しようとしており、日本とアメリカはお互いにこの支配を認め合ったのです。こうして日本はアメリカからの許可を取ることに成功しました。次はイギリスです。すでに日本はイギリスと日英同盟を結んでいましたので、その同盟の改定を行うという形で許可を取ります。インドから東のイギリスの利権は日本の海軍が守るということの代わりに、日本の韓国支配を認めてもらったのです。こうして日本はイギリスからの許可を取ることに成功しました。最後にロシアです。日露戦争の相手国ということで、ロシアとの間ではポーツマス条約の中で許可を取っています。この条約でロシアは日本が韓国で政治上、軍事上、経済上の卓越な利益を有するということを認めており、日本はロシアからの許可を取ることに成功しました。それぞれの支配領域を当事国抜きで決めていくという帝国主義的な取引が行われ、日本は大韓帝国の支配を認めてもらいました。こうなると日本はロシアすら保護権を認めたのだから、その他の国も認めるだろうと考えて大韓帝国の保護国化を進めていきます。第二次日韓協約です。日本は伊藤博文を韓国に派遣し、保護条約を締結しろと皇帝の高宗に直談判します。高宗はことが重大なので自分が今すぐに決めることはできない、周りの意見を聞きたいと言って伊藤の要求を退けようとしましたが、伊藤は大韓帝国は立憲国家ではなく君主専制国家だ、全てのことは皇帝、つまりあなたが決めるのではないかと回答。一応話は持ち越しとなったものの、その後の日本軍は宮廷の周辺で行進を行ったり大砲を持ち出したりして武力で韓国政府を威圧。こうして軍事力を背景に第二次日韓協約が結ばれました。この協約によって日本は韓国の外交権を奪います。こうして韓国は独立を失い、事実上日本の保護国となったのです。さらに日本は韓城に韓国統監府を設置。伊藤博文が初代統監となって事実上韓国の内政を支配していきました。統監の権力は絶大であり、
日本で決まったことを伊藤博文が韓国に伝え実行させるという形で統治が行われるようになります。このような日本の行動を見て韓国では日本に対しての不満が強まっていきます。会議を経ていない、皇帝は認めていない、日本が武力を背景に無理やり結ばせたという3点からこの協約を破棄しようとしたのです。そこで高宗はこう考えます。日本の行動を世界に知らせれば大韓帝国の独立を助けてくれるかもしれない。こうして高宗は世界に助けを求めるためにオランダのハーグで開かれた第2回バンコク平和会議に密使を派遣して日本の韓国保護国化に抗議しました。しかし世界はすでに大韓帝国の外交権が日本へ移されたことを認めており、高宗の主張は受け入れられませんでした。このハーグ密使事件を契機に日本はさらに韓国に圧力を加えていきます。これは日本への反逆だ、韓国は日本と戦争がしたいのかと脅したのです。高宗は私は知らないと言い張りましたが、そんな嘘が通るわけもありません。こうして高宗は上位に追い込まれ、その息子の準宗が即位。これと同時に第3次日韓協約を結びました。この第3次日韓協約で日本は韓国の内政権を掌握します。ついに日本は韓国の内政権と外交権、その両方を握ることに成功したのです。こうなると韓国の民衆の抵抗はさらに激しくなります。ということで伊藤博文は軍隊と民衆が協力して反乱を起こすかもしれないと考えて韓国の軍隊を解散させました。しかし解散に反対する軍隊の一部は民衆に合流し、反日運動は本格化。日本は軍隊を出動させてこれを鎮圧するという事態に発展します。伊藤博文は朝鮮人が日本統治を信頼し統治に協力する状況を作ろうと考えていましたが、民衆の強い抵抗は伊藤博文の自信と楽観主義を動揺させ、ついに伊藤博文は統監を辞任、日本へと帰国しました。そんな伊藤博文は統監を辞任した後も満州と朝鮮の国境地帯の領土問題に強い関心を持っており、その問題の解決を図りたいと考えていました。ということで伊藤はその問題を協議するために満州のハルビンに向かいます。しかし会談を行った直後、参列者の後方から躍り出たものがあり、伊藤に向けてピストルを連発しました。伊藤博文暗殺です。射殺したのは韓国の独立運動家アン・ジューコン。後にアン・ジューコンは処刑されましたが、この事件は韓国併合の時期を早めることになります。その後日本は韓国皇帝が日本の天皇に統治権を譲るという形で韓国併合を行わせます。韓国を日本の領土とし、その名称を朝鮮に、首都の漢城を京城と改め、統監府は廃止され、朝鮮総督府が置かれました。初代総督には寺内正武が就任し、これ以降朝鮮総督は陸海軍大将から任命され、天皇から直接指揮を受けるシステムとなります。こうして朝鮮総督の下で日本は植民地支配を始めたのです。さていかがだったでしょうか。日露戦争後、日本は韓国まで勢力範囲を伸ばしましたが、勢力範囲を伸ばしたのは韓国だけではありません。中国の東北部、満州もその対象です。ということで次の動画では満州経営についてお話ししていきます。それではまた次の動画で。